こんにちは、オズディです。今回は両方の雲スポナーに対応したダブル雲トラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックは広さを拡張するときに彫ったものを再利用して作成しているので材料には含みません。ただお好みのブロックを使って装飾したい場合などは、別途お好みのブロックなど用意する必要がございます。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方へ移りたいと思います。今回のトラップは地下などにあるこのような、雲スポナーを使って作成していきます。またこのような炭鉱にある毒雲スポナーでも、同じように作成することで使用が可能です。どちらの雲の大きさにも対応しているので、どちらかを発見した際に作ってみてくださいね。では早速作成していきます。まずは作業中に雲が湧かないように、正面にしたい側に松明を一つ設置します。これで湧き潰し自体は完了です。あとは上に湧かないように、スポナーの上にハーフブロックを設置しておきます。そうしたら現在のスポナー部屋の広さを、スポナー横から4マスになるように広げます。まずはスポナー横から4マス目までを確認して、ブロックがある場合は目印として壊しておきます。残りの3方向にも同じようにして4マスを確認して、目印になるように壁の部分を掘っておきましょう。今目印をつけた箇所の広さになるように、それぞれの面の不要な壁を壊しておきます。目印の位置までの壁をすべて壊すことができたら、こんな感じで 9×9 の広さになっているかと思います。あとスポナーから天井までの距離は、3ブロック空いている状態にしておきましょう。そこまで部屋を広げることができたら、次は床部分を深さ3段で全て掘っていきます。その際にもともと空いていた壁の部分や掘って空いた箇所などは、掘ったブロックなどを使用してこんな感じで塞いでおきましょう。床を掘り下げたらこんな感じで、深さが7段の空間になっていれば OK です。そうしたら正面側にしたい反対の角2箇所に、それぞれ水バケツで水を流しておきましょう。こんな感じで水が停止していれば OK です。そうしたら水が到達していない箇所すべてを、追加で深さ1段で掘り下げていきましょう。水の反対側の正面側の壁の真ん中部分から、高さ2段で左右にも1マスずつ掘っておきます。今掘った高さ2段で幅が3マスの穴の部分を、正面側に追加で7マス分掘っていきましょう。こんな感じで合計で8マス分掘れたら OK です。今掘った穴の脇層から1マス開けたこの箇所に、ボタンを3つ設置しておきましょう。ボタンがあるところから1マス開けたここから、奥の壁手前部分までを1段掘り下げておきます。ボタンから1マス開けて掘ったこの箇所に、丸石の壁を3つ設置しておきましょう。丸石の壁から1マス開けた箇所に、ラージチェストとチェストを設置します。チェストの背面側から接続するようにして、しゃがみながらホッパーを設置します。そうしたら一度脇層の中に戻って、水があるこの1マス部分をすべて壊しておきます。こんな感じで水がボタンで停止していれば OK です。もう一度チェスト側に戻ってから通路の上部分に、ホッパーの上までハーフブロックを設置しておきます。ホッパーの上にしゃがみながらハーフブロックを設置しておきます。ボタンの手前側の箇所の両サイドにも、それぞれ水を流しておきます。上のハーフブロックの手前の箇所に、ブロックを設置しておきましょう。今設置したブロックの下部分に、トラップドアを設置しておきましょう。毒雲は通常の雲よりも体が小さいので、トラップドアがないと間をすり抜けてきます。炭鉱にある毒雲スポナーで作成する場合は、必ずこのトラップドアを設置しておいてくださいね。そうしないと放置している間にすり抜けて、雲に攻撃されてやられてしまうので注意です。この辺りに松明を設置して湧き潰ししておきます。
チェストと反対の壁の真ん中からはしごをかけて、上に向かって掘りながら出入り口を作成していきます。周りを湧き潰ししていますが念のため、誰も入らないようにトラップドアを設置します。そうしたら湧きそうの壁を仮で壊して、中の松明を取り除いていきましょう。松明を取ったら雲が湧き始めるので、慌てずゆっくりと壁を元に戻しておきましょう。あとは下に降りて待機していると、雲が次々と湧き出してくれるので、この隙間部分から剣などで攻撃して倒していきましょう。倒すと経験値も隙間から出てくるので、勝手に回収してくれます。また倒す際に使用する剣に、ドロップ増加が付与されたものを使用すると効率が上がります。雲がドロップしたアイテム類は、このチェストから回収してあげましょう。では最後に雲がドロップする糸を、エメラルドに交換する方法をご紹介します。まずはじめに樽を使って就職させた村人の、釣り師と取引することで入手が可能です。釣り師の取引レベル1の内容が、糸をエメラルドと交換してくれるものになります。これで取引をすることで、実質エメラルドを無限に入手することが可能です。続きましては野菜砕いで就職させた、ヤシとの取引をすることでエメラルドを入手できます。ヤシの場合は取引レベルを3に上げることによって、糸とエメラルドを交換してくれるようになります。釣り師の方がレベルを上げなくて良い分、簡単に取引はしてくれるようになりますが、どちらが良いかはご自身のお好みに合わせて、就職した村人を用意してあげてください。またこちらは一手間が必要になってしまいますが、糸は4つで白色の羊毛にクラフトすることができます。それを旗織機で就職させた羊飼いと、取引することでエメラルドを入手できます。羊飼いの取引レベル1のランダムで出る項目を、白色の羊毛に合わせることで取引が可能です。白色の羊毛の他にも黒や茶色などがあるので、白色が出るまではガチャをして合わせましょう。糸をクラフトしないといけない手間はありますが、それでも良い方はこの方法でも取引可能です。お好みの村人と取引してエメラルドを大量に入手しましょう。今回のトラップはいかがだったでしょうか。通常と毒の両方の雲に対応しており、糸止めや経験値も大量に入手できて、エメラルドも無限に入手することができる、ダブル雲トラップの作り方のご紹介でした。スポナーを見つけたら作っておいて損はないので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。